どうも、カーケアテクノサービスです。今回紹介するのはシエンタのドアにできた凹みのデントリペアです。非常に硬い部分が深く凹んでしまっています。押されて盛り上がってしまった部分もあります。比較的小さな凹みですが、難易度は非常に高い凹みです。今回も板金なし、塗装なしでこの凹みをリペアしたいと思います。それではリペアスタートです。今回使うのはご覧のデントリーパーのツールです。今回はこのツールのみで仕上げました。凹みにはご覧のサービスホールからアクセスしました。デントリペアではツールアクセスの良し悪しで作業時間が大きく変わるんですよね。今回はツールアクセスも非常に良かったので助かりました。では押し出していきたいと思います。ご覧のように今回の凹みは中心が非常に深く凹んでしまっています。まずはこういう深い凹みのリペア方法を説明したいと思うんですが、深い凹みの場合、中心を押しても中心ではなくその周りがまず高くなります。高くなった場所を叩いて鳴らしてまた押し出す、この作業を繰り返すことで凹みはだんだん浅く小さくなります。さらに深い凹みの場合、パネルが一度表に盛り上がるぐらい凹みをひっくり返すイメージでそれだけ押し出す必要があります。そうしないと中心の打撃点を消すことはできないんですよね。ただやはり深い凹みの中心の打撃点をしっかり押し出す、正確に押し出すためにはある程度経験が必要です。では押し出して高くなった部分を叩いて鳴らしたいと思います。でもいかがでしょうか。だいぶ凹みが小さくなりました。今見えているのが凹みの打撃点になります。ここからはひたすらこの中心の打撃点を表に押し出していく作業です。ただ押し出す場所が少しでもこの中心からずれると、その場所に変な癖がついてしまってリペアが難しくなる場合もあります。映り込んだライトの動きを確認しながら正確に中心を押し出していきたいと思います。
いかがでしょうか。押し出しと叩きを繰り返すことで、はっきりしていた打撃点がだんだん薄く浅くなってきました。ただ、深いへこみは今回のように硬い場所にできたへこみの方が柔らかく薄いパネルにできたへこみよりもリペアしやすいと思います。深いへこみはどうしても硬い場所よりも柔らかいパネルの方が鉄板が伸びてしまうんですよね。場合によっては鉄板を絞る作業が必要になります。さらにここからはメタルポンチも使って高い場所を慣らしていきます。メタルポンチの場合、強く叩きすぎると塗装を傷めてしまうので、より繊細な力加減で叩いていきます。ポンチングの注意点としては、パネルに対して直角あるいは垂直に当てる必要があります。そうしないと先端が滑ってしまって塗装肌に傷をつけてしまうことがあるんですよね。簡単そうに見えるこのポンチングなんですが、意外と難しいんですよね。正確に、そしてちょうどいい力加減、高い場所だけを落とす力加減で叩くというのはある程度練習が必要になります。ではここからは仕上げの作業です。ラインの部分にもまだ少し違和感があります。しっかりと全体の映り込みを整えていきたいと思います。では最終的に少し磨いてフィニッシュになります。それでは仕上がりをご覧ください。いかがでしょうか。
非常に硬い部分が鋭く深くへこんでいましたが、違和感なく仕上げることができたと思います。映り込みも非常に綺麗に整っています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ励みになりますのでチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。カーケアテクノサービスでした。